泣くもんか。やっつけてやる。誰より僕が一番。新しい大陸を見つけた冒険者みたいに。さあ、冒険の始まりだ。朝も夜も全部僕だけのもの。びっくりしたろ。今のすっごくいい感じだったよね。飛んでっちゃうよ、どこまでも。何が来ても怖くない。僕が守ってやる。脳狂言の神髄。あとはあら、この声どこから。上から危ない。脚立から落ちちゃう。ありがとうございます。上の本を取ろうとして脚立を使ってたらよろけちゃって。いいえ、支えられてよかった。愛情さん？たまおちゃんだ。気づきませんでした。たくさんの本を抱えていらっしゃいますが、今日は読書ですか？学校でおとぎ話のワンシーンを演じる課題が出て。なるほど。それでこの本を手にしていたんですね。そうなの。ピーターパンっていいチョイスでしょ。明るく楽しいハッピーな冒険でいっぱいだし、思いついたらもう演じたい気持ちが溢れてきちゃったんだ。ですが、こちらの本は小さな白い鳥ですよね。ジュンジュンにこの本を元にピーターパンのお話が生まれたって聞いたから、まずこれを読もうかなって。愛情さん、よかったら外の公園で少しご一緒できませんか？そちらの本を読まれるならぜひ隣にいたいんです。このお話すっごく切ないよ。はい、ピーターパンの原点はそうなんです。子供たちは人になる前は鳥だったという、そんなハッとする流れから始まるお話。まだ鳥でいたいって思うピーターがこっそり窓から抜け出してケンジントン公園に飛んでいって、だけどどっちにもなれなくて、半分鳥で半分人のどっちつかずになっちゃう。それでも妖精たちと楽しく暮らすんですが、お母さんの元へ戻るシーンがやるせないですよね。ああ、よかった。やっぱり僕が帰る窓は開いていた。お母さんは僕を忘れてなかったんだ。毎日泣き暮らしていたお母さんを見て安心したピーターは、もう少しだけって公園に戻っちゃう。たくさん遊んで満足した後にもう一度お家に帰ったら、窓は鉄の缶抜きで閉ざされ、お母さんは赤ちゃんを抱いて幸せそうに笑っていた。大変。愛情さん、このハンカチで涙を。ありがとう。たまおちゃんが読むなら隣にいたいって言ってくれた優しさが分かったよ。こんなに胸がぎゅうぎゅうになるお話だったなんて。ええ、私も以前小さな白い鳥を読んだことがあってティッシュを一箱使ってしまうくらい泣いちゃったんです。そっか、たまおちゃんも。よーし、それじゃあ準備はいい？準備とは？今からピーターパンとお母さんを会わせてあげよう。今ここでですか？私たちだったらできるよ。さあ行こう。行動プログラムクリティカルアミーゴが始まったよ。あれ？違ったっけ？クリエイティブアリーナ？それでは
各校の交流を目的にしたプログラムを新たに創設するという方向でよろしいですか？ああ。フロンティアへは、ミッチェルから頼りを出そう。ありがとうございます。しかし、今日は驚きました。まさか、雪代さんがこちらまで来てくださるとは。互いの発展のために相談したいことがある。などと言われればな。相手がお前なら、私が出た方が話も早いだろう。感謝いたします。おかげで有意義な時間が。この鉄の勘抜きめ！僕が帰る窓は開いているはずなんだ！きっとこれは、まだまだ僕と遊びたい妖精の仕業に決まってら！いやー、私のいたずらすっかりバレてる。どうしよう。このままじゃ、ピーターパンがお家に帰っちゃう。これは。愛情と、巴？やった！窓が開いたぞ！その声は、やっと会えた。愛しい私の子。お母さん。ああ、僕のお母さんだ。僕、いっぱい冒険してきたよ。お母さんをびっくりさせるために。聞かせてピーター。いつかまた飛び立つその日まで、お母さんの腕の中で。なるほど。それでエチュードを。ピーターパンの笑顔が見たくって。しかし公園で、とはな。愛情はともかく、巴まで同調するとは。愛情さんのピーターパンにとても引き込まれて、つい。私も玉緒ちゃんの妖精やお母さんに夢中になったから一緒だね。あ、そうだ。いいこと思いつきましたよ。いいことですか？次はみんなでピーターパンの冒険に出るの。さあ、行こう。肩を揺らして飛び上がるんだ。ブランコに乗って。愛情さん、本当に空を飛んでるみたい。飛ぼうとすれば誰だって飛べるんだよ。このまま朝までまっすぐ進んでネバーランドへ。ひかりちゃんから着信だ。夕飯のお買い物行くの忘れてた。ごめんね、私行かなきゃ。みんな？いえ、不思議な感覚でした。本当にあなたが飛んでいきそうな気がして。ああ。良いピーターパンだった。演者は舞台を選ばない。むしろ、演者が立つ場所が舞台なんだと、改めて思い至るほどに。ああ、それってもしかして褒めてくれてる？もちろんです。妬ましいほどに。そっか。舞台少女愛情カレンは日々進化中。明日の私は今日よりもっともっとグッとグッと。だからそれじゃあみんなまた何かの舞台でね。言ってしまわれましたね。ああ、お前たちは、なぜピーターパンがネバーランドの冒険から家に帰らないか、わかるか？それは、楽しいからではなく。いや、自分の帰る場所が、窓がいつでも開いていると信じているからだ。心のどこかで、なぜだろうな。今ふと、わかった気になった。帰る場所。それは、神楽さんのことでしょうか？いや、らしくない。感傷的なことを言った。いいえ、口にするお気持ち、わかります。どこまでも突き進む太陽のような眩しいきらめき。それを受け入れる開かれた窓。だからきっと愛情さんは、臆することなく様々な舞台へ飛び立てるのですね。今回演じるのはピーターパン。
おとぎの島のネバーランドで繰り広げる大興奮な物語ですよ。学校で報告したらみんなワクワクになってそのままピーターパンのエチュードが始まったの。教室をみんなで飛び回ってすごく楽しくてキラキラでね、ここが私のネバーランドなんだって思っちゃった。ピーターパンって元気で無鉄砲で少しだけ寂しがり屋なんだ。僕は若さで喜び、卵から飛び出した小鳥なんだ。ひかりちゃんと一緒にいると楽しくてあっという間に時間が過ぎるんだよね。すぐに大人になっちゃうかも。ネバーランドに行くには朝に向かってまっすぐ飛ぶんだよ。アヒルちゃんと差し入れのお菓子を作ったの。私は味見係ですよ。見て見てバナナ、ピーターパンの原作にナナってワンちゃんがいるよ。ゆきしろさんと小春ちゃんはいつも難しい話をしてて、だけどすごく楽しそう。この衣装を着てると本当に空を飛べそうって言ったら、危ないことはダメってみんなに止められちゃった。飛ばないよ。大人になる暇なんてないよ。ほら僕と一緒に遊ぼう。腹黒いフックめ、僕がやっつけてやる。いつでもきっと僕を待っていて。一番鳥の真似して呼びかけるから。